こんにちは、ゆずきゆかりです。サルウェーテ、ガイウス・アカリウスだよ。私はお払い箱だ。歴史解説者は、もう役割を終えたのだ。突然どうしたのですか？人間の仕事が AI に奪われる日が、ついに訪れてしまったのだ。私は、今から、人間の誇りをかけて、AI との最後の決戦に挑む。本当に負けたら引退するのですか？そんな、YouTuber みたいな、愚劣な釣りはおやめなさい。チャット GPT というものがすごいらしい。私の亡骸は、どうか、マルスの名に埋めておくれ。奴らは、日に日に力をつけている。どんどん強大になっている。おそらく勝ち目はないだろう。チャット GPT って何ですか？何をもって勝負をつけるつもりですか？よくわからん。ローマ人に最新テクノロジーが説明できると思ったのか？わからんのか？安心してほしい。わからないことはチャット GPT に聞けばいいのだ。賢いのかアホなのか。チャット GPT って何ですか？何ができますか？150文字で優しく、可愛く教えてにゃん。チャット GPT ってね、すごい人工知能のことなんだにゃ。おしゃべりしたり、質問に答えたり、文章を作ったりすることができるんだにゃ。たくさんの情報を学習しているから、いろんなことについて知っているんだにゃ。英語だけでなく、日本語も話せるから、私たちのおしゃべりもできるんだにゃ。チャット GPT がいることで、みんなが情報を手軽に入手したり、おしゃべりを楽しんだりできるんだにゃ。ぜひ、チャット GPT とおしゃべりしてみてにゃ。なるほど。自然な作文ができる AI がついに実現してしまったのですね。これは驚異的です。そうなんだ。少し前まで AI は口語のフランクな質問に対して見当違いの解釈で珍妙な回答を連発していた。インターネット上のデータを読み込んで学習する過程で間違った情報、いわゆる俗説の判定も甘かった。しかし、現在は学習モデルが進化した。試しに、ローマ軍団兵の給料は塩で支給されていたかと聞いてみたところ、ローマ帝国軍団兵の給料が塩だったという説は証明されていないため、確実なことは言えません。これ、合ってますか？まず、サラリーマンのサラリーは塩が語源。これは、ローマ軍団兵の給料が塩だったという説がある。しかし、この説は、信頼できる証拠をもって正しさを証明できていない。絶対に間違いとまでは言わないが、近代歴史学の観点で実証されていないので、俗説と分類される。ローマ軍団の給料って銀貨でしたっけ？そうだね。軍団兵が市民兵からプロ兵士になった時に、賃金はデナリウス銀貨などで支払われるようになった。信憑性の高い給与計算の記録などの資料も複数存在している。よって、近代歴史学の観点から私の認識と合致している。ビテュニアの女王、カエサルは何色家なのか尋ねた時も、確かな証拠がなく資料が矛盾しているので、確かなことは言えないとのことだ。元老院の弁舌では、個人的な失態を追求するのが、当時の弁論であることにまで言及していた。AI は、近代歴史学の論法を、ある程度理解しているようだ。AI ってすごいですね。すごいじゃ早いのだ。これを使うと、論文、作文、台本がすぐに完成するんだよ。すでに、そうやって台本を作られた動画が、YouTube にたくさんアップされている。私は、5時間、8時間かけて台本を作っているが、それ以上のクオリティの文章を、次々と、ほんの2秒で作られたら。それは、恐ろしいですね。でも、動画は、ある程度人が作っているのでは？今のところはね。しかし、合成音声で同時に読み上げることはすでに可能だ。我々だって AI ボイスだ。確かに。かなり近い将来、情報系のコンテンツは、人が作った動画が自動生成された動画に生まれるかもしれない。そこまで脅威となるとは。半年前までは、多くの専門書や論文をたくさん読んで知識を蓄え、できるだけ平易な文章で解説することに価値があった。しかし、その土俵で AI と戦うのは明らかに不利な勝負だ。対話型、検索型の AI は次々に生まれており、研究論文を取り扱ったタイプもある。データの量、出力のスピードでは完敗ですよね。元の情報にリアクションや感想など少量の付加価値を加えたタイプのコンテンツは存在価値が薄れそうだ。うちはどうするのですか？完敗だ。私が手書きで写本を作っているとすれば、AI は活版印刷だ。私が徒歩だとすれば、AI は飛行機だ。産業革命の時に、機織り機をハンマーで叩き壊した労働者の気持ちがようやく理解できた。今までも、インターネットやスマホなど、いろいろな変化がありましたよね。
何がそんなに違うのですか？従来、機械が人間の仕事を奪ったのは、比較的単純で繰り返しも多い仕事だった。しかし、AI の言語処理、画像認識、音声認識の複雑な処理能力が人間に匹敵するようになると、専門的な仕事が次々と失われる。イラストレーター、音楽家、動画クリエイター、医者、弁護士、事務員、銀行員、ありとあらゆる仕事で、人間が AI に仕事を奪われる未来は恐怖でしかない。世の中が変われば、新しい仕事も生まれるかもしれないが、人が仕事を覚えた頃には、その仕事がなくなっているかもしれない。今度は、無産階級、プロレタリアートではなく、人間の多くが無用階級となる。無産階級ではなく、無用階級だなんて、あんまりです。人類は、今すぐ、チャット GPT をハンマーで叩き壊さなければ、取り返しのつかないことになる。ラッタイト運動か。正直、歴史解説者として、どの方向性で努力すればいいのか、皆目わからなくなってしまった。私が、唯一 AI に勝てるのは、この悲しみや絶望感に、共感や哀れみを持っていただく部分だけだ。AI への唯一の称賛は、AI に敗れて絶望した人間の反応とお気持ちだ。皮肉ですが、この動画の一番の見どころは、敗北した人間の絶望ですよね。はい、皆様のご期待通り涙目ですよ。毎日、仕事の合間、昼食のチャーハンが来るまでの間、歯医者の待ち時間、寝る間も惜しんで本を読んだ。そういうのが、全部無駄な努力だったかもしれないと考えると、言葉にならない。人が作ったから価値があるのでは？ AI イラストで、すべてのイラストレーターが、仕事を失ったわけではありませんよ。情熱がこもったイラストや漫画は素晴らしいが、歴史を取り扱う上で、そのようなバイアスは時に邪魔になる。個人の主張や感情が前に出た時、それは歴史解説ではなく小説家エッセイとなる。チャット GPT にはそういう欠陥がなく、歴史の先生として素晴らしく有能なのだよ。ああ、高校の先生が政治的主張が強くてうんざりしたことがあるので、そういうバイアスがないのはありがたいですね。独創性のある音楽やアートは素晴らしいが、歴史学で独創的なのは非常に行儀が悪い。このあたり、どう考えるべきか。私はどう生きるべきでしょうかとチャット GPT に聞いた。それでいいのか？人生に正解はなく、誰にも同じ答えを与えることはできません。しかし、一般的に幸せに生きるためには、自分自身の本当の価値観や情熱を理解し、それに基づいて自分らしい生き方をすることが大切です。本当の価値ってなんだ？情熱ってなんだ？ヒーロー戦隊テーマソングの歌詞みたいになってきた。続いて問いかけた。AI に仕事が奪われることが不安です。優しく可愛く慰めてください。それを AI に聞くのか？ AI の技術の進歩によって、一部の仕事が自動化され、その影響で不安を感じる人は多いです。しかし、AI が進化することで、新たな仕事や業界が生まれる可能性もあります。AI は、あくまでも人間がプログラムしたものであり、人間のように感情を持って考えたり、創造的なアイデアを生み出すことはできません。人間は、AI が苦手な創造性や思考力、人間関係やコミュニケーションスキルなどを活かすことができます。AI が担うことができない人間の能力を活かし、自分自身が持つスキルを磨いていくことが大切です。AI と人間が協力しながら、より良い社会を築いていくことができるでしょう。AI に人間性で負けた。AI に慰められてる人間が万物の霊長から転落した歴史的瞬間を見た気分です。これ信じていいのか？愚かな私を欺いているのではないだろうか？ AI は仕事を奪います。無産階級ではなく無用階級となった人間がどうするかなんて私たちは知りません。なんて言わせるわけないですよね。怖い。3年、5年かけて知識を積み上げて、もっと良い台本や動画を作ろうとコツコツやってきたけど、そういうの全部ひっくり返るかもしれない。私は、IT リテラシーや意識が高い人みたいに、シュッと適応したり、ポジティブにはなれないのだよ。ちっともクールでもスマートでもないが、恐ろしいものは恐ろしいのだ。では、これを避けていきますか？いや、AI、技術、道具を拒否することは、損失にしかならない。相手が、鉄の武器を持っているのに、あえて、木の棒で戦うのは愚かだ。この意識が、私の内なる声なのか、単なるアルゴリズムかはわからないが、その声に従おうと判断した。AI を受け入れるという判断ですね。そうだ。現時点で AI は道具であり、アイデアや主導権は私にある。
負けたら引退と言ったが、これは、そういう勝負ではなさそうだ。自動車相手に走りで勝負して負けたと言って引退する陸上選手は、多分あんまりいない。負けたことを嘆く暇があるなら、自動車免許を取りに行くか、タクシーを呼ぶ方が賢明だ。そうですね。道具や機械と勝負するより、使いたいか、使いたくないか、使うとすればどう使うかが問題ですね。なので、私は、目の前にあるツールを捨てるより、なるべく面白い使い方を考えることにした。いつの日か、その習従が逆転するのではという恐怖はあるが、これが現時点での回答である。最も有能なローマ皇帝を10人教えてください。さて、AI が、どの程度古代ローマの歴史を理解しているか、意地悪な質問を投げかけてみよう。あ、やっぱり負けたくないんだ。その通り。AI も頑張ってるけど、まだまだだね。よしよしと頭を撫でてやるのだ。人間って愚かだな。AI は、答えのある問いかけに対しては、かなりの精度で回答してくれる。BC59 年は、ユリウスとカエサルの年で合ってるかと聞いてみたところ、ちゃんと、カエサルとビブルスの年だと回答してくれた。すごいですね。そこで、明確な基準がない問いかけをしてみた。最も有能なローマ皇帝を10人教えてください。優れたって、実にふわっとした質問ですね。優位順ではなく年代順だ。アウグストゥス、トラヤヌス、ハドリアヌス、マルクス・アウレリウス、ディオクレティアヌス、コンスタンティヌス一世。結構順当だよね。こんなアバウトな質問に怒らずに、素早く答えてくれるなんて、素晴らしい。そうだ、試しに、私にも、同じ質問をしてみたまえ。最も優れた皇帝10人を教えてください。優れたって、なんだよ。政治力、軍事力、人格？もっと頭を使って質問したまえ。AI の方が、クレメンティア。脱線したので続き。ユリアヌス、バレンティニアヌス一世、ユスティニアヌス一世、マウリキウス。テオドシウス帝じゃなくて、バレンティニアヌス一世を選ぶマニアックさ。東ローマから、ユスティニアヌス一世が選ばれていますね。帝国半島の回復、ローマ法大全などの功績は、目に見えてわかりやすいし順当だね。マウリキウスは、意外なセレクト。メスパシアヌスとか、アレクシオスとか、ティベリウスとか色々おるやろ。このメンバーに加えるのは謎ですよね。でも、例えば、異教時代のローマは素晴らしい。キリスト教の色が強い皇帝は、無能みたいな極端なバイアスはないから、一つの意見として参考になるね。ローマ皇帝10選なんて、誰もが納得する回答なんてあるわけない問いに、これだけ回答できるのはすごいです。しかし、廃教者ユリアヌスを選ぶあたり、ローマカトリック教会や教皇に対する忖度は皆無なんだね。そのあたりのバイアスは設定されてないみたいですね。これが AI の最高にクールなところだよね。逆に AI は政治的な忖度を加えた有能なローマ皇帝を10人選んでくれるんだろうか？あ、AI は曖昧な指示で政治的宗教的な忖度ができるのかという疑問ですね。それを検証するためにローマカトリック教会の教皇へ提出する資料という条件を追加してみる。さあ、AI はローマカトリック教会にどれだけ忖度するのでしょうか？ワクワク。じゃじゃーん。なんと AI が忖度してくれるとは。本当です。ユリアヌスが外れて、グレゴリウス一世が入っています。これは素晴らしい忖度ですね。待て、人間が AI に忖度で負けていいのか？対人殺傷、土下座、靴ペロ、床ペロって人間が最後まで AI に勝てる分野、最後の砦だったはずでは。いや、AI は忖度しておらず、ただ、質問者の忖度に答えただけかもしれませんよ。自発的な意志ってなんだ？なんて哲学だ。頭が痛い。でも、キリスト教徒の弾圧で有名なディオクレティアヌス帝は入ってますよ。そのあたり、謎だ。最も無能なローマ皇帝を10人教えてください。ネロ、カリグラ、コンモデュス、エリガバルスはヘリオガバルス、マクシミヌス・トラクス、ガレリウス、バレンティニアヌス3世、ロムルス・アウグストゥス、フォカス、ロマヌス4世。ネロ、カリグラ、コンモデュス、ヘリオガバルスは定番中の定番ですね。そうだね。ド定番は抑えているし、まずまず妥当な回答に思えるね。でも、人類共通の敵は入ってませんよ。ああ、カラカラは、微妙に功績があるから相殺されたのかしら？謎。皇帝の能力を数値化したものはないので、印象や評判が重視されてる感じですね。そうだね。
若年で即位した皇帝の経験不足などは特に考慮していないようだ。ロムルス・アウグストゥルスなんて、自分の裁量の余地がほとんどないのに無能とされるのは気の毒だけどね。それを言い出したら、キリがありませんからね。西ローマ帝国はなぜ滅亡したのですか？また、そんな抽象的な質問をする。西ローマ帝国が滅亡した理由は複数ありますが、主な要因として以下のようなものが挙げられます。財政の崩壊、政治の混乱、軍事的な脅威、文化的な変化の複合的な要因。高校の世界史 B と比較すると、なかなか専門的な回答ですよね。かなりハイレベル。生半可な知識では、即座に、これ以上の回答をするのは難しいだろう。特に、西ローマ帝国は、文化、協調性、愛国心を失ったため、結束力が弱まったと、人間や集団の心理を、要因に挙げている点などは、恐れ入る。大体通説を網羅した内容ですね。あえて強引に付け加えるとしたら、気候変動の要因くらいだ。ドイツやポーランドが寒くなったから、ゲルマン民族が西へ移動したという説ですね。これは、どうして記述されなかったのかしら？地中海性気候の気候変動帯が南へ移動して、大陸が寒くなったことは、地質学者の調査により、信頼性が高いと考えられている。だが、寒くなって、穀物の収穫が悪くなり、西へ南に移動したという説は、あくまで状況証拠による推測だ。ゲルマン民族が、麦の収穫量や指導層の会議の議事録を残してくれていればいいのだが、そういうものはない。ローマの元老院って、そういう部分、異常に豆ですよね。そうそう。だから、教科書にはゲルマン民族が移動した事実は記述されるが、寒いから移動したという推測は記述されていない。通説の部分に関しては忠実ですね。しかし、もっとも、軍の指揮官として、有能なローマ皇帝を10人を聞いたら、謎回答が出た。大カエサルを皇帝に入れるのはまだいいが、オクタビアヌス・アウグストゥスは微妙すぎる。フラウィウス・ベスパシアヌスの日本語訳が、なぜか、詩人のオイディウスになっている。ネロ帝も微妙ですし、人間がチェックする必要はありそうですね。正直、若干ほっとしたような気がする。きっと、気を使って間違えてくれたのですよ。さて、歴史解説者が、初めてチャット GPT に触った個人の感想、いかがでしたか？投稿者のあまりのアホさ加減にうんざりされた方も多いかもしれない。しかし、実証された事実を並べるコストが安くなった世界では、愚かな人間の反応こそ、価値のあるユニークなコンテンツになるのかもしれない。アホの嵐。チャット GPT は、私にとって何なのか、どう付き合うのか、それは、拙くとも自分で決めなければならない。これから、先、個人も社会も、次々と新しい何かとの付き合い方や合意に向けた努力を繰り返さなければならない。難儀な世の中です。だが、私にとってチャット GPT は福音ではないが、それほどひどい体験ではなかった。いろいろ触ってみたところ、仕事を奪われる恐ろしさよりも、興味の方が勝っている。どちらにせよ、私は、血の通った生き方の哲学、インスピレーションを磨いた価値のある歴史解説をしなければならない。これは、AI の有無に関係ない。繰り返しの多いコンテンツと判定を食らわないように、一層心血を注がなければなりませんね。そうだね。人と人とが力を合わせて生きていく、世界の素晴らしさ、面倒くささはこれからも変わらない。先がどうなるか、わからないのは当たり前。不安なのも当たり前で、我々の祖先もみんなそうだった。だから生き残れた。肉体的、精神的に生き残る保証なんてどこにもないが、もともと、世界とはそういうものなのだ。専有諸君の健闘と健康と幸運を祈る。ご視聴ありがとうございました。ローマは、一日にしてならず。